今回 SnowMan ピッチ修正を使っていない、そして一発撮り、これでこのクオリティの歌声を披露するのがどれだけ大変か、そしてどれだけ実力がないとできないかっていうところをですね、皆さんに伝えたい僕は。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SnowMan Good Time The First Take、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ待望のですね、SnowMan の The First Take 出演、これを知った時僕はね、鳥肌が立ちました。ずっと SnowMan に出てほしいというふうに思っていたので、めちゃくちゃ嬉しいですね。今回はですね、いつも以上に SnowMan のすごいところを徹底的に分析し、そして解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速 SnowMan Good Time 歌声分析 GO！ 向井さんのこのフェイク素晴らしいですよね。ものすごく優しくて、で向井さんの天性のものだと思うんですけど、歌声にですね、息の音が混ざってるんですよね。これテクニックで使おうとするとウィスパーボイスっていう名前がつくんですけど、でも向井さんはおそらくウィスパーボイスを使おうと思ってこの声を出してるわけじゃないんですよね。自然と息の音が歌声に乗ってしまうっていう素晴らしい才能ですよね。で、声の音色成分としては、鼻の中のですね、鼻腔共鳴っていう声の音色をコントロールするポイントの雰囲気がですね、歌声にものすごく乗っています。もう一回聞いてみましょう。ファーストテイク。こんな感じになってますよね。すごく心地がいい声。色気たっぷりのラウールさんの声ですよね。ラウールさんもですね、鼻の中の鼻腔共鳴が中心の音色作りになってます。プラス音をですね、全体的に切るような感じで歌ってるんですよね。これスタッカートっていうんですけど、音を切ることによってグッとブレーキがかかったようなところとスッと伸びるような音の雰囲気がですね、同時に作ることができるんですよ。結果フレーズの躍動感につながってきます。めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。大丈夫、実は単純で近くにあるのがハッピーで。一つものすごく気になったところがあるんですけど、今回の SnowMan ピッチ修正をですね、1ミリも使ってないんですよね。これ現代音楽ではものすごくレアで、ピッチ修正が当たり前の時代にもかかわらず、やっぱり一発撮りっていう部分とライブ感、この2つをですね、スノタンにしっかりと届けようっていう気持ちの表れだと思うんですよ。さすが SnowMan ですよね。しかもピッチ修正を使っていないのに、この音程のクオリティやばいですよ。今の高音の声の雰囲気がですね、たまらないですよね。ものすごく色気たっぷり。で、ラウールさんはですね、高音になればなるほど鼻の中に入れる声の量を増やすような歌声を表現しています。そうすることによって高い声でも声質変化が大きく起こらない。ここにつながってくるんですよね。しかも高い音もですね、出しやすいような体の構造をですね、作り出すことができます。鼻って声の音色コントロールプラス高い音域を出すときにも非常に重要なポイントです。もう一回聞いてみましょう。いや、リミチンみたいな感じでフレーズの頭にザラザラって音も入ってるじゃないですか。これ、エッジボイスっていう切なさをですね、表現するときによく使うテクニックですね。ここに仮声帯っていうところがあって、ここで作られた音をですね、歌う一瞬前に入れるんです。この音ですね。咳払いをするときにですね、誰でも鳴るポイントなんですよ、仮声帯って。
なので気になる方はですね、ぜひ咳払いをして感覚掴んでみてください。岩本さんの男らしいかっこいい声と深澤さんの温かみのあるナチュラルな声、この2人の歌声の掛け合いたまらないですね。キリッと引き締まるポイントとふわっと柔らかく温かくなるポイントがですね、交互に来るような、そんな雰囲気を感じました。で、岩本さんがですね、肺の中の胸腔共鳴っていうところと口の中の口腔共鳴、この2つの音色を混ぜたような発声方法です。胸腔共鳴がですね、声の太さだったりパワーのコントロール。口腔共鳴がですね、言葉の輪郭をはっきりさせたり、あと口の大きさによっては声量のコントロールだったり、声質の明るい暗い、この辺のコントロールまでできちゃいますね。で、深澤さんはですね、口の中の口腔共鳴が中心なんですよ。口腔共鳴を中心に歌声作りをすると、普段話している時の声の雰囲気をですね、歌声で表現することができます。すごく親近感が湧きやすい歌声っていうかね。もう一回聞いてみましょう。で、岩本さんがですね、全体的にスタッカートでぐっと引き締めるような感じ。深澤さんはスタッカートは使わずにレガートって言って一つ一つの音をですねつなげてふわっとした雰囲気をやっぱり表現してるんですよね。2人のチームワークをですねものすごく感じれるポイントだったかなっていうふうに思います。岩本さんの最初の吐息から入るっていうところがめちゃくちゃかっこいいですよね。大人の色気っていう感じがね、歌声からものすごく伝わってきたかなっていうふうに思います。で、今聞いたところの方が岩本さんスタッカートを強調して歌っていたかなっていうふうに思います。リズムの躍動感がすごかったですよね。で、その後の深澤さんはですね、同じくレガートで歌ってます。岩本さんのところがぐっとさらに引き締まったことによって深澤さんの歌声がですねものすごく際立って聞こえたかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。2人でね手でハート作ってるところが可愛いですよね。佐久間さんまた新しい歌声を披露していますね。で、ここの佐久間さんの声はですね鼻の鼻腔共鳴が中心なんですけど口の口腔共鳴も使ってます。声質全体的に美しい雰囲気が出てるんですけどじりじりとした力強いような音色も混ざってますよね。この力強い音色を口の中で作ってるんですよね。で、どう作ってるかっていうと喉の空間をですねあえてぐっと締めるような体の使い方をしています。いつだってみたいな、僕がやるとこういう感じの音色になるかな。もう一回聞いてみましょう。ないしのこのしゃくりもねかっこいいですよね。しゃくりっていうのは目的の音に対して少し低い音から入ってクイッと音を上にしゃくり上げるようなテクニックのことを言います。このしゃくった瞬間にですね一気にスピード感がぐっと上がるんですよね。これがねめちゃくちゃかっこいい。やっぱり全体的に佐久間さんの歌声がですねものすごく力強いですよね。今まででも十分すごかったんですけどさらに歌の基礎的な部分が鍛えられたような歌声かなっていうふうに思います。呼吸の仕方とか腹筋と背筋の使い方、この辺がですねレベルアップしてるように感じますね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。やっぱ基礎的な部分がレベルアップしてるから歌声の安定感もものすごくパワーアップしてますよね。どこまで進化するんでしょうか。
阿部さんの歌声もものすごく変わってますよね。今までの僕の中のイメージ、阿部さんの歌声ね、美しくて優しい、そして少年のような純粋な雰囲気を感じる歌声っていうイメージだったんですけど、今回の阿部さんの歌声、大人っぽさが出てますよね。これどういうことかっていうと、肺の中の胸腔共鳴の音色が増えたっていうことになります。で、胸腔共鳴っていうのは歌の土台っていうふうに言われてるんですよ。基礎的な部分っていうかね。で、さっき佐久間さんの時に言った呼吸法と腹筋と背筋の使い方。この2つがですね、阿部さんもものすごくパワーアップしてます。ちなみに呼吸法っていうのは腹式呼吸っていう呼吸を歌ではメインで使います。もう一回聞いてみましょう。今ちらっと映った岩本さんがですね、満面の笑みで見てるこっちも自然と笑顔になっちゃいますね。こういった仲のいい雰囲気もですね、すごく見ていてほっこりしますよね。で、今のプルプルプルのところはオクターブっていうドレミファソラシドの下のドと上のドのこの音関係になってるフレーズなんですよね。もっと分かりやすく言うと、同じメロディーなんですけど、高いパートと低いパート、この2パートで構成されてるフレーズっていうかね、こういうパート割りが出てくると全体的にこう透き通ったような雰囲気がねしてきますよね。これがすごく心地いい。もう一回聞いてみましょう。フレーズ最後の阿部さんの笑顔ね、めちゃくちゃ爽やか。この全員で歌った時の力強さ、パワー感、まあ同じなんですけど力強さとパワー感ね、これがすごいですよね。スノーマンってユニゾンで歌ったところの力強さだったらスノーマンがピカイチかなっていうふうに僕は思っています。歌声の音圧の波が前からこう押し寄せてくるような、そういった迫力ありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごいですね。で、ここでもオクターブになっているからパワーをものすごく感じるんですけど、でも透き通ってるような優しさも感じるみたいな、そういった雰囲気ありますよね。全員で歌っているところはとことん力強く、そして向井さんのソロになった瞬間に歌声のパワー感はまあ当然のことなんですけど、一人になった分やっぱりねスッと落ちるじゃないですか。でもこのパワーが下がった感じがものすごく儚いですよね。そしてその儚い雰囲気と向井さんの歌声の組み合わせがたまらない。もう一回聞いてみましょう。いいね。自分で言って自分でそこを注目して聞いてすごく感動しちゃうっていうね、よくあるんですよ、歌声分析してると。さらに音域が上がるんですね。ここでもともと高いのにサビ音域がね、てかスノーマンの楽曲ってどの曲もサビ高いですよね。おそらく女性だったら歌いやすいぐらいのキーだと思うんですけど、男性はね結構ヒーヒー言っちゃいそうなぐらい高いですよこれ。となってくると必要になってくる歌のテクニックがミックスボイスってやつなんですよ。地声と裏声を混ぜたような歌声なんですけど、声を出してる感じは裏声に近いんですよね。すごく楽に出せる。でも聞いてる側からすると地声に聞こえるっていうすごくお得な声なんですけど、これがねまた難しいんですよね、習得するのが。ただスノーマンをですねかっこよく歌うためにはこのミックスボイスが必須になってくるのかななんていうふうに思いますね。だからスノーマンの楽曲はどの曲も難しいんですよ。
いい。今の渡辺さんの歌い方もワイルドでめちゃくちゃかっこいいですよね。っていうかね、渡辺さんの歌声もものすごく進化したなっていうふうに僕は思っていて、ちょっと前の渡辺さんは高い音域になってもどっちかっていうとこうクールに歌うような印象があったんですよ、僕の中で。でもここ最近はですね、ものすごくワイルドにめちゃくちゃかっこよく歌う感じになってるなっていうふうに思うんですよね。高音の声のパワー感もものすごく増幅されてるし、言葉の発音の仕方もですね、ものすごく子音を前に出すような、こういった歌い方に変わってるんですよね。もともとものすごい歌声の持ち主だったのに、さらに進化するって、すごすぎません？もう一回聞いてみましょう。以前より口も大きく開いて歌ってますよね。ここが一番歌声の進化につながってるポイントかなっていうふうに思うんですよ。やっぱり口を開けた分声量も上がるし、言葉一つ一つのですね輪郭もはっきりしてきます。当然言葉の子音も強く発音されるし、実は口を大きく開けるだけでものすごく声って変わるんですよね。プラスやっぱり息の吸い方、呼吸法ですよね。それと腹筋背筋の使い方っていう部分もパワーアップしてるように聞こえるし、SnowMan のメンバー全員歌の基礎トレにものすごく力を入れてるんじゃないかっていうふうに思っちゃいますね。しかも個人でのボイストレーニングではなく、グループ全員でのボイストレーニングとかやってるんじゃないかな。これあくまでね、僕の想像なんですけど、そういうふうに感じました。うい今の舘様のシャウト聞きましたか皆さん。で、舘様のキャラクターもあってこういったフレーズだからユニークポイントっていう風に思う方も少なくはないと思うんですよね。ただこの声、歌の観点から見るとものすごい声なんですよ。最初のわちゃちゃちゃ、ここの部分は地声なんですよね。その後のチャオ、ここミックスボイスなんですよ。地声からミックスみたいなね。このシャウトの仕方を一番よくライブで行っている人は誰かっていうと、ビーズの稲葉浩志さんですね。稲葉さんと同じシャウトをですね、伊達様がやっています。もう一回聞いてみましょう。ほら、そう聞くと稲葉さんっぽくないですか？めちゃくちゃすごいシャウトですよ。さすが伊達様だなっていうふうに思います。ここのパート割りすごくいいですね。岩本さんがすごく大人っぽくてクールな感じでのラップで、安倍さんでちょっとテンションが上がって、佐久間さんでものすごくテンションが上がって、でまた冷静になった岩本さんみたいな、このテンションのですね抑揚がたまらないポイントですね。で岩本さんの歌声なんですけど、ところどころビリビリとしたような質感の声使ってますよね。これシャウトボイスっていう声です。先ほどの伊達様のシャウトとはまた違った声です。名前すごく似てますけどね。シャウトボイスはですね、さっきエッジボイスの時に説明した仮声帯の音を出しながら歌うテクニックです。咳払いをしながら歌うっていうかね。もう一回聞いてみましょう。ほら。いやー大好きですね、ここのパート。佐久間さんの声がすごくわんぱくで可愛いなと思って。で今のところは全体的に音を切るスタッカートを使って躍動感をものすごく作って、でザ・ファーストテイクって言ったところでですね、先ほど言ったシャウトボイスいっぱい使ってかっこいい雰囲気をですね作ってますよね。で深澤さんの声、ここもどちらかというとさっきの佐久間さんみたいにわんぱくな雰囲気出てましたよね。もう一回聞いてみましょう。ファーストテイクかっこいいですよね。この深澤さんのおはようっ
っていう声と The First Take みたいなこのギャップたまらないですよね。伊達様の声も素晴らしいことになってますよね。以前の良さを残しつつ全体的にいい意味で爽やかになってるっていうかね、以前とどう変わったかっていうと、鼻腔の音色がですね少し少なくなって、その分口の口腔共鳴の音色が増えています。その結果言葉がですねものすごく聞き取りやすくなっているから、その変化がですね歌声にうまく乗ってるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。すごく心地いい声ですよね。でやっぱりそうですよね、口腔共鳴を以前よりも多く使ってるっていうふうにさっき言ったと思うんですけど、以前よりも口を大きく開いて歌ってるような感じがします。あながち僕の言ってることも間違ってないですよね。こういう瞬間すごくホッとする。間違ったことは言っていないっていう気持ちで話してますけど、時々間違ってたらどうしようかなっていう不安に駆られる瞬間もあるんですよ。いやーよかったー。今の伊達様の「はい集合」もリズムを結構貯めて歌ってましたよね。はい集合じゃなくてはい集合みたいな、ちょっとこうゆったりしたような雰囲気を表現したっていうか、もう一回聞いてみましょう。来るよ。ほらほらほら貯めてますよね、リズムをね。こういうリズム遊び的なフレーズが来ると僕はねすごく嬉しくなっちゃいますね。てかゴスペルみたいな歌い方ですよね。フレーズに感情を 120% 乗せるみたいな。でさっき1番でちらっと出ていましたけど、バックコーラスの方もたくさんいらっしゃったじゃないですか。だから今回はゴスペルアレンジなんじゃないかなっていうふうに思います。超かっこいいですよね。甘い歌声ですね、ラウールさんの声。今の声がですね鼻腔共鳴の音色がすごく分かりやすい歌声かなっていうふうに思います。鼻腔共鳴を強調させたい場合はですね、歌声に鼻声の音色を多く乗せるんですよね。ラウールさん今その声使ってました。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。すごくいい声ですよね。こういった優しくて甘い感じの声を表現したい方はですね、ぜひ鼻声、こちらを研究してみてください。やりすぎてしまうと歌声じゃなくて鼻声になってしまうから、やりすぎは注意です。今の裏声の抜きがまたねかっこいいですよね。ただここまで地声と裏声の切り替わりポイントをスムーズに歌うのも難しいんですよね。多分うまくいかないって悩んでる方多いと思うんですよ、この地声と裏声の切り替え。うまく行うコツとしては、声を出す方向のイメージ、ここがポイントになってきます。地声の時に例えばこういう方向で出すとしたら、裏声もですね同じ方向で出さないと切り替わりポイントがはっきりしちゃうんです。滑らかにいかないっていうかね。だからこう指さしながらこっちの方向に声を飛ばしますっていうイメージを持って練習すると切り替えうまくいくと思うんで、こちらやってみてください。伊達様のこの安定感ほんとやばいですよね。しかも今のフレーズって一番低い音から一番高い音までの音域、これ1オクターブあるんですよね。下のドから上のドまで、これと同じ音幅で、ここまで音幅があるフレーズを歌う場合って大抵の人はですね、高い音域になると声が細くなってしまうんです。理由としては胸腔共鳴の音色が少なくなって鼻腔共鳴の音色が増えるんですよね。
でも舘様の歌声は音域が広いにもかかわらず、高い音も低い音も同じ声で歌っている。これどういう現象かっていうと、音域が上がっても鼻腔共鳴の音色も変えていないし、胸腔共鳴の音色も変えていないんですよ。だから音域が変わっても同じ声をキープできる。ただ口で言うのは簡単なんですけど、実際これをキープするっていうのは相当難しいです。ある意味声の自然の法則を無視するようなことをやらなければいけないんで、相当トレーニングしたと思いますよ、舘様。もう一回聞いてみましょう。すごいですよね。この声質のキープ、僕はね、できないと思います。ただ声質キープ、僕は得意な方なんですけど、1オクターブこの音域では相当難易度が上がると思うんですよね。まあ1オクターブのこういったフレーズを声質キープで歌ったことがないから、どうなるかはわかんないですけど、もう想像だけすると無理だなって思いますよね。かっこいいね。全体的にですね、細かいビブラート、ちりめんビブラートっていうのが使われています。ラー、ラララーみたいな。僕はあまりうまくないですけど、これがですね、かっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。やばいね。で、各フレーズの語尾がですね、あーっていう風に投げ捨てるフォールっていうテクニックも使われてます。ラー、ラララーみたいな。まあ僕今ちょっと大げさにやりましたけど、かっこいい雰囲気の出るテクニックがですね、ふんだんに使われている渡辺さんのフレーズでしたね。うん、難しいね。ここはね、音を取るのがすごく難しいポイントです。今のフレーズの途中で転調っていう作曲技法が使われているんですよね。転調って何かっていうと、曲の中でキーが変わることを転調って言います。一番身近な例で言うと、大サビでキーが半音上がるみたいな。これも転調ですね。で、転調するとなぜ音程が取りにくくなるのかっていうと、キーが変わった瞬間に曲の雰囲気がガラッと変わります。だから自分が出したい音をですね、見失いやすいんですよね。その結果音程が取りづらいっていうところにつながってくるんですけど、今の渡辺さんのフレーズ、転調してるし、音も難しいしで、かなり音程っていう意味での難易度がですね、高いポイントでした。もう一回聞いてみましょう。この辺から。うん。ね。難しいんですよ、これ。よく歌えるなって思いますよ。まあ相当ね、練習はしたと思うんですけど、いやー、すごいね。一発撮りでこれですからね。で、最初の方にも言いました。今回 SnowMan ピッチ修正使ってないんですよ。ピッチ修正を使っていない。そして一発撮り。これでこのクオリティの歌声を披露するのがどれだけ大変か。そしてどれだけ実力がないとできないかっていうところをですね、皆さんに伝えたい僕は。ちょっと前にザ・ファーストテイクはピッチ修正をしてるから一発撮りじゃないじゃんみたいな話でざわついていた時があったじゃないですか。多分そういうのも SnowMan が払拭したいっていう気持ちもあると思うんですよね。男ですよね、SnowMan。ぜひこの凄さをですね、周りの人たちに伝えてください。SnowMan、ザ・ファーストテイクで誰もやっていないことをですね、やってますよ。僕のところにおいで、もっと夢中になって。で、ここのラウールさんはですね、スタッカートをさらに強調したような歌い方をしてます。おそらくバックのサウンドがですね、すごくこう弱くなったっていうか、音量が小さくなってるじゃないですか。なので、歌声でですね、ビート感を強調しようっていう考えで、このスタッカートを使ってると思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。
ほらほら。そしてラウールさん、白のスーツがめちゃくちゃ似合いますよね。白のスーツ似合う人ってなかなかいないと思うんですよ、僕。本当のイケメンじゃないと似合わないっていうか、羨ましいですね。ラウールさんと向井さんの掛け合いめちゃくちゃいいですね。で、最後がハイタッチっていうね。こういった友情ポイント、僕はね、ものすごく感動しちゃうんですよ。もう友情とかに弱いんです。ちょっと待ちましょうか。もともと高かったのに、最後の大サビで転調するんですね。これはやばいね。絶対男性歌えないと思う、この音域は。サビ頭から聞いてみましょうか。高い音域歌ってるのは渡辺さんと舘様かな。これは完璧ミックスボイスですね。いやー、すごすぎますね。もうすごいを通り過ぎて恐ろしい。誰が考えたんでしょうか、このアレンジ。やばいね。そっか、上のパートはさっき渡辺さんと伊達様って言ったけど、佐久間さんも上かな。そんな気がする。で、今最後せーのって岩本さんが言ってましたけど、なんかあんのかな、この後。あなるほどね、こういう感じか。フッフーになるわけだ。いやー、楽しそうで、こっちも自然と笑顔になりますよね。気分が落ち込んだ時に聞くと SnowMan から元気がもらえそうな楽曲ですね。かっこいいね、終わり方もね。スパッと終わるっていう。そしてまだ動画がね30秒ぐらいあるんで、せっかくなんで最後まで見ていきますね。あ、一人一人。あ一人一人のアピールポイントかなと思ったら、やっぱりいつもの SnowMan が出ますね。最後の最後でね、この楽しい感じね。あ、そういうのがあったんだ。これがファーストテイクかってね、面白いですね。そっか、なんか言い忘れたフレーズがあったのかな、向井さん。ノーワンモー。あ、間違えたからもう一回やらせてくれのワンモアってことね。面白いですね。せっかくなので、ワンモーということでお願いします。もう一度お聞きください。ラウールさんもね、真剣な顔をしてこういうことを言うから面白いですよね。そう、ファーストテイクだから。あさあね、そういう楽しみもできますね。歌番組で出演した時に聞き逃さないようにしようみたいなね。あこれ終わりか。なるほどね。最後の最後ですごくほのぼのしましたね。以上、SnowManグッタイム歌声分析はここで終了です。いやー、素晴らしかったですね。ずっと SnowMan にですね、ザ・ファーストテイク出てほしいっていう風に思っていたから、今回本当に嬉しくて、で、しかもピッチ修正を入れるのが当たり前のこの時代で、あえてザ・ファーストテイクの本当のテーマ、一発撮りのパフォーマンス、ここに挑戦した SnowMan めちゃくちゃかっこよくないですか？もう鳥肌が立ちましたね、僕は。そしてザ・ファーストテイクって基本2曲公開しますよね。今回はグッタイムでしたけど、もう1曲は何を公開してくれるのかな。個人的には夏色花火とか聞きたいですね。そういう風にですね、近日中にまたザ・ファーストテイクで SnowMan のパフォーマンスが見れると思いますので、その日を楽しみにしていたいと思います。これからも SnowMan 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。
動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。